どうも、たけしです。昨日の夜中2時頃に急に思い立って、釜山0泊1日で行くことにしました。結構弾丸な旅になります。もう今、朝の8時便みたいな。で、9時半頃に起きてるんで、めっちゃ眠たいです。かといって、釜山で何がしたいかというと特になくて、もう2回も行ってるし、これといってなんか新しい発見はないんですけど、2年ぶりということなんでちょっと楽しみです。いい釜山旅行になったらいいなって。Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. はい、釜山着きました。でまずめっちゃ今感じたのが、めちゃくちゃ暑いっていうことで、湿気もなんかあって、なんかソウルと全然違うなっていう印象があります。すごいなんか自分が韓国から大阪帰った時に感じるあの蒸し暑さみたいな、湿気の多さみたいなのをめっちゃ感じてます。もしかしたらこの釜山と日本って結構近いから気候も似てるんかなとか思うんですけど、どうなんですかね。僕よく考えたら冬とか春ぐらいの釜山しか来たことなくて、なんか今回がたまたまそうなんかいつもこんな感じなんかはちょっと分かんないです。で、釜山でやりたいことなんですけど、正直あんまりなくて、で1個行きたいのがバランサっていうショップ、韓国のなんかヴィンテージとかレコードとか扱ってるセレクトショップなんですけど、で僕韓国来た時それブランド知らんくて、で日本帰った時にで行ったセレクトショップとかに置いてたりして、それがめっちゃかっこよくて、ロゴとかなんか雰囲気とか、ソウル内でもちょこちょこそれを身につけてる人を見たりするんで、なんかめっちゃかっこいいなーってなって、じゃあそのショップが釜山にしかなくて、なんかソウルでも扱ってるところはあるんですけど、いっぱい置いてるわけじゃないから、とりあえず本店自体に行きたいなっていうので、そこは絶対に行きます。あとガンガーリビーチ行きたいっていうのがあって、ソウルの本当観光スポットみたいな感じでいろんな人集まるしっていう、このいいビーチの場所があって、でそこを韓国じゃないや、釜山で釜山のスポット、カンガリビーチっていう釜山のスポットがあって、そこは釜山来るたびに毎回行くんで、そこにも行きたいです。めっちゃ雰囲気も良くて、その近くにカフェとかあったりで、なんか海見ながら茶しばきたいんで行きます。ほんで、正直それぐらいなんですよ、僕のしたいことで。もう一個、裏テーマがあるとしたら、それが釜山の悟り方言が理解できるのかどうかっていうのを確かめたくて、僕がで、今年入って韓国語の勉強をちょこちょこ今までと比べたら結構やってきて、でそこでなんかだんだん方言とかにも興味持つようになって、で、僕聞いてもらったらもうめっちゃわかると思うんですけど、僕はもう大阪弁があるんで、それの言ったら韓国版、プサンがそういう方言らしくて、なんか全然ちゃうみたいな、語尾も変わるみたいなっていうので、僕が普段ソウルで聞いてるのとか僕が使ってるのとどんだけ変わるんかとか
どんな印象を自分が持つんだなっていうのがすごい気になって、まずそもそも方言を喋ってるのかどうかが自分で分かるのかどうかっていうのも問題なんですけど、ただでさえ標準語の韓国語がめっちゃ完璧に分かるわけじゃないから、その方言使われたとってそれが方言なんかも分からんっていう状態になると思うんですけど、そのニュアンスの違いが感じれたらいいなと思って、ちょっとそれを裏テーマにちょっと行動しようと思います。なんかお店入った時でもなんかちょっとちゃうかもって感じるんかなみたいな。今までプサン旅行来た時は本当に何もスルーというか全然わからんかって、でももしこれを今回感じれたらきっと自分の韓国語レベルも上がってるんやろなっていうので、勉強のモチベにもなるかなって思って、方言探しに方言探訪に行きます。であと、プサン来て、欠かせないのがデジクッパ、豚のクッパを食べます。でここが友達に教えてもらったウリデジクッパ、ここ行きます。안녕하세요。안녕하세요。デジクッパです。デジクッパ。通じたんかどうかな。デジクッパせよって言ったらめっちゃハテナって顔してて、日本語メニューみたいな用意してくれました。多分僕の韓国語はまだまだなんやと思います。はい。ご飯食べたんで次はお茶行きます。でちょっとほんま暑すぎる。なんか気温見たらソウルの方が暑いらしくて、今日プサンはなんか29度とか30度すら行ってないみたいやけど、めちゃくちゃ暑すぎる。ほんまにやばい、暑い。なんか来たこと後悔しそうになるぐらい暑い。やば。で行きたいカフェがあって、うるさで、そのなんかグーフっていうカフェなんやけど、めちゃくちゃいい感じのカフェ。その周辺のこの場所もなんか古着置いてたり、なんか他にカフェあったりしてめっちゃいい感じの場所で、前々回初めてプサン来た時にそのカフェに行ったけど、なんか確かあんまり時間なくてこの辺もゆっくり回れてなかったんで、コーヒー飲んだらちょっと散策します。とにもかくにもちょっと今はカフェインが欲しいんで行きます。
ソミョンヨクっていうなんかプサンの中心っぽいとこのちょっと外れにあるこのショップも結構いいです。いい感じ。あ、閉まってる。あ、違うわあ、違う場所やった。あれあれどこやったっけ。あった、このショップ。さっきバランサ行ってきたんですけど、時期が悪かったのかしてあんまり欲しいのなくて、キャップが欲しくて、行ったんですけど、あんまり置いてなくて、種類が狙ってるやつもあったんですけど、でもそれが置いてなくて、だからもうちょっとその少ない中から仕方なく選ぶ買い物って絶対ちゃうなって思うんでやめました。絶対買うって決めて物がなかった時ってなんか調子抜けしません？今めっちゃそんな感じです。で、今からがんあり向かいます。とにかく今めちゃくちゃ暑くて、もう帽子もシャツもびちゃびちゃだから、こんな日差しの中ビーチ行ったらちょっとやばそうやけど、で行きます。多分ここから30分ぐらいかかります。結局さっきのカフェで多分1時間以上ここにいて過ごしてました。っていうのも外が暑すぎて疲れてとてもじゃないけど外に出るような気力じゃなかったです正直。だからちょっと休憩したんで元気になってちゃんとお腹減ってきたんで、今からミルミョン食べに行きます。なんかこれもプサンのソウルフードプサンのソウルフードらしくて、一回食べたことあるんですけど、なんか冷麺みたいな感じでなんかとにかく美味しいです。このお店探していきます。
クで頼めるからめっちゃ便利。プサンまとめ。まず欲しいものは手に入れれなかったです。バランサ行ったけど買おうと思ってたキャップもなかったし、なんかそれがすごいショックでした。で、あと食べ物はめっちゃ美味しい。デジクッパとミルミョン食べてと、このソウルプサン駅の近くのマンドゥ中華屋行きたかったけど、ちょっと時間なくて行けなかったです。あと次はやっぱちゃんと睡眠とってから来たいです。もうヘトヘトもうヘトヘトすぎて、もうめっちゃ眠たいですほんまに。で、さっきもバスでここ向かってて、でもう寝てました、普通に。あと結局この裏テーマだった方言がもうやっぱ分かんなかったです。喋ってないっていうのが一番あるんですけど、なんか会話とか聞いて、あと店員さんとかのイントネーションなんかちゃうんかなって思ったけど、なんかあんまり僕はよく分かんなかったです。でもきっと違うんやろうなと思います。東京と大阪間みたいな感じで、でもやっぱまだまだ勉強せななって感じです、韓国語で。あとなんか一個今回の旅でなんか分かったのが、もしかしたらプサンって自分にとってはパワースポットかもみたいなことで、この滞在中たかだか8時間ぐらいなんですけど、なんかその間に2個撮影決まってすごない。マネージャーから連絡来て撮影決まって、プサン来てから連絡来て、なんかパワーもらったんかなみたいな、知らんけど、なんか別にゆかりないけどプサンにっていう感じです。で、あともっとやっぱり1泊2日ぐらいせな体力的にも時間的にも足りひんので、やっぱりもう一回ちゃんと遊びに来ます。では。